よろしくお願いします。はい、G フォースさんやってまいりました。よろしくお願いします。今年からうちはやてという名前でドリフトブランドを始めまして、こちらですね。このホイールから始まって、はい、今このドリフト用コンボで、あとスプリングがあって、あとこのバッテリー、タイヤのリムーバーだとか、メンテスタンドだとか、ドリフト用ということで、はやてという、ちょっと G フォースとは別のロゴというを作って、それはもうドリフトに特化した製品にしていこうということで、それ専用に開発したものっていうのをいろいろラインナップして、なんか最初はやて流行ってるってやってたじゃないですか。これですね。これですね。なんだ最初ってただのネタだろうこう思ってたんですけどね。でネタというよりもやっぱりはやてって始めてはいいんですけど、こっちがどれだけ言ってもやっぱりユーザーさんが認知してくれないと、なかなか手に取ってもらえないので、とにかくなんかインパクトがあるものをということで、ダジャレと言ったらあれですけど、そういう形で最初は始めさせていただきました。あれ広坂さん考えたのはやて？そうですね。最初本人が冗談のつもりではやて流行ってるとかって言ってたんですよ。じゃあもうそれ使っちゃおうということで、しょっちゅう広坂さんの冷房がいらないようなネタを聞いてるんですね。効き目抜群ですからね。今回この RCGC の発売直前に発売になったのはこのハイエンド昇竜という広坂正美のテストの上で決めたものなんですけど、珍しい特徴として大体今どこのメーカーさんもローターって内径が 7.2 ミリなんですけど、うちのこのモーターそこだけちょこっと違ってて、7.15 ミリなんです。だから 0.05 ミリか違いなんですけど、その違いで、当然その磁石の容積質量が変わるんで、めちゃくちゃ良かった。今回発売にさせていただいて、何人か今日ユーザーさんいらっしゃいましたけど、直前でちょっとどうかとためらったけど乗り換えて正解だったらって方もいらっしゃるので、磁力特性とかそういうのもいろいろやってはいるんですけど、磁石のその容積質量、そのものがちょっと内側の方にギュッと入った感じになってるので、そのあたりがいい特性になってるので、ぜひお試しいただきたい。あとはこれですかね。今回も結構使っていただいている方がいるんですけど、ドリフト用のリポバッテリー、怒涛、3800のいわゆる薄型って言われるショートサイズのやつです。下から中間の出る特性をゴリゴリに強めてるので、回ってしまった後はそうでもそんな差はないとは思うんですけど、回ってしまってスロットルを落として、さあもう一回きっかけっていう時にグンとくるのが多分分かっているので、ぜひお試しいただきたいですね。あとはこれですね、ホイールです。はやてブランドで一番最初に出したやつなんですが、おかげさまで硬さが4種類あって、今ここに4つ並んでるんですけど、特徴としてはそのリムの接合部がトレッドのちょうど真ん中にあるんですね。これで見ると分かりやすいですよね。なんか評判がいいからね。なんかリムの真ん中、トレッド面の真ん中にリムがこうつながる形になってるので、このしなりに偏りがないですね。バランスがいいね。どんな車でもトラクションでもかけやすくなってるので、おかげさまでいろんな方にお使いいただいてご購入いただいているので、なるほど、ぜひお試しいただきたいなと思います。わかりました。あとはここですね。これも最近出たばっかりでスプリングセット、3種類ございまして、7と 7.5 と8か巻き数が違うものの3種類ですね。ステンレスのコーティングしたタイプのスプリングなんで、ステンレス材のスプリングってあんまりないんですよ。なるほど。特性が柔らかくて、扱いやすいので、ドリフト用のスプリング何がいいかなと思った時にはぜひちょっと一度お試しいただけると、なるほどこういうことかってのは分かっていただけるかなと思いますね。でこれもはやてブランドのこれはコンボセット 10.5 と 13.5 の2セットありまして、初めてブーストターボとかを使っていきたいという方には最適なセットになってますね。でモーターの方は白縫いモーターなんですけど、これは転がりを徹底的に磨いているので、スロットルオフの時のギクシャク感がなくなるので、まだ始められたばっかりとか、コースデビューしていまいち車体がバタついちゃうなんていう時には方には非常に扱いやすいものになっているので、初めてブラシレスを使うとか、ターボブーストを使いたいという方にはですね、本当におすすめの製品なので、初心者の人とか初心者から一歩上に行きたいなっていう人はG フォースさんのアンプモーター使ってる人めちゃくちゃ多いですよね。ぜひもちろんそのね競技を突き詰めていくと当然いろいろあるんですけど、ただそのあたり本当に今回の RCGC みたいに競技のレベルになってくると、物の良し悪しももちろんそうですけど、
本人の癖とか好みとかっていう部分も出てくるので、そこはいろいろ経験を積んでからうんご自身に合ったものをお選びいただければいいと思うので、まずはその、一つステップアップして、うんコース上でちゃんと車を振り回したいっていう時なんかにはぜひこれお使いいただけると、はい、あとはこちら2つが今年新発売になった充電器なんですが、まず GMA6800SP、これは2系統はいの充電ができて充補電ができて、片方の充電器片方安定化電源というような使い方ができるので、ピットの周辺機器ですねの電源としてもお使いいただける。なるほど。でこちらの 620MP、はい。GFORCE の充電器って製品名でどんなものかがある程度分かるようになって、はい例えばこの GMA620MP だと、うん G が GFORCE ですね、うん M がマルチ、うん A が AC、で620っていうのが、6セル 200W、で M っていうのがモーターなんですよ、で P がパワーサプライ、M って入ってるのがはい分かる通り、これモーターブレークイン機能がついてまして、ブラシモーターなんですけどね、タミヤさんの540とかいうモーターの鳴らし機能がついてるので、ああ、そうだね。だからブラシモーターを使われる方には、うんモーター鳴らし機としてもお使いいただけると。あと名前で言うとこれはI でついてまして、インタラクティブモードっていうのがあって、え要は対話式っていう操作方法で使えるんですね。でここにインタラクティブモードって書いてるんです、このボタンを2つ同時押しすると、え。うん。その対話モードっていうのになって、充電器が何をしますかって聞いてくるんですね。で充電なり放電なりを選んで、ええで例えば充電っていうのを選ぶと電池の種類はって聞いてくるんで、えリポとかリフェとか、はい聞かれたことに答えていくとと、最適な充電設定ができる。広坂さん喋ってそうですね、これから。喋ってくれると一番ねありがたいんですけど、広坂さんがジョークをこれに言ってもらうと。事故になっちゃうんでね。あ、事故ね。初めて液晶付きの充電器なんかをえ使われる方はそもそも何をしていいか分かんないっていうのがあったりするので、えこれだったらそのモードでやれば充電器が全部効いてきてくれるんで、そうバッテリーを片手に持ちながらええ答えていけば、はい間違いなく充電ができる。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございました。